皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は夫婦ではなく私の母との母娘2人旅です。この動画では福井県あわら温泉のおすすめお宿グランディア宝泉別邸寿邸のご紹介です。グランディア宝泉は本館の他に離れと別邸があり、今回宿泊する別邸寿邸では露天風呂付きのお部屋でのんびりできたり、福井県の美味しい海の幸をいただけたりと、とても魅力的な温泉旅館なんですよ。さて、この動画でのご紹介内容はお部屋紹介、夕食朝食紹介、温泉ラウンジなどの施設紹介になっています。ぜひ最後までご覧くださいね。ホテルのエントランスは本館にあり、大きなホテルということもあってロビーはとても広いです。団体旅行でいらっしゃる方も多いようでした。こちらでチェックインを済ませると宿泊する施設へ。ロビー横には別邸寿邸という入り口があり、一度外に出てから隣の建物に行けるようです。外を歩くのはほんの数歩で短く、屋根があるので雨が降っても濡れることなく移動できますね。わー、とても豪華な作りですよね。落ち着いた空間なのに心はワクワクしちゃいます。ちなみに翌日明るい時間に撮影したところ、外廊下は枯山水になっていましたよ。気分がいいですね。さて、入り口で履物を脱ぎ上がると、この施設の宿泊者限定のラウンジがあります。ラウンジには北前船の船ダンスが飾られていました。船ダンスは気密性が高く水に浮くそうですが、こんな重そうなものが本当に浮くのでしょうか。ラウンジの壁には着物を着た少女たちの絵も飾られており、とても素敵な空間になっていますよね。ここでは時間帯によってワインなどをいただけるんですよ。後ほどご紹介します。先にお部屋に向かいたいと思います。廊下も畳張りで歩いていて気持ちがいいですよ。ここにも舞妓さんの絵が飾られていました。それではお部屋紹介。宿泊するお部屋は290の那智です。扉を開けると、入り口には屏風が飾られていましたよ。ちゃんと見なかったのですが、和歌が貼られているのかもしれませんね。そして中を見ると襖扉がいっぱい。お部屋がたくさんあるようですね。それでは手前の襖を開けてみましょう。おー、広い。10畳以上もあり、とても広いお部屋ですね。そして畳のいい匂いもしますよ。和室に合うテーブルと椅子が置かれており、奥の床の間には芸妓さんでしょうか。素敵な絵が飾られています。あわら温泉は芸妓さんもいた華やかな温泉街だった時代もあるそうですよ。そうした名残なのかもしれませんね。そして奥にもう一枚襖があるので開けてみると、ベッドルームになっていました。こちらもとても広いベッドルームですよね。セミダブルサイズのベッドが2つあります。また枕元はスマホを充電できるようになっていました。 USB や Type-C などは直接させないので、その点はご注意くださいね。
そして気になるのが窓からの眺め。それがこちら。チェックインは夕方だったので翌日の朝ですが、いい眺めですよね。昨日の夜は見えませんでしたが、なかなか素敵なお庭がありました。さて、お部屋のご紹介に戻りますが、ベッド横にはテレビが置かれていました。またベッドルームの奥にもう一枚扉があります。開けると、またたくさんの襖扉が。とりあえず奥に進んでいくと、こちらはミニバーになっていました。光る棚にグラスや茶器が並べられていて、なんだか素敵ですね。ケトルやコーヒーメーカーもあります。お水やお茶菓子も置いてありましたよ。冷蔵庫もあり、中には日本酒やビールも。こちらは追加費用はかからず自由に飲むことができます。お風呂上がりにでも美味しくいただこうと思います。お次はミニバーの横にあるこちらの扉を開けてみますね。洗面スペースになっていました。ワンボールと少し狭めですが、順番に使えば特に問題ないですね。こちらはお風呂場になっています。石鹸類はこんな感じ。特に髪がゴワゴワすることなく、使い心地は良かったです。またアメニティ類や基礎化粧品類も充実していました。これは嬉しい。さて、もう一枚の襖を開けると、衣類がかけられるようになっていましたよ。今回は1泊だけなのでこんなにハンガーは必要ありませんが、連泊する場合も困ることはなさそうですね。下にはレトロなセキュリティボックスがありましたよ。巾着と旅靴下もありました。少し不便だったのは備え付けの部屋着はなく、ラウンジに浴衣を取りに行く必要があったことです。ラグジュアリータイプの旅館としては珍しいですよね。そして気になるのは露天風呂。ベッドルームの隣には格子状の扉があり、開けると脱衣所になっています。さらに奥の扉を開けると、わー、これは素敵。お湯は無色透明でさらっとしています。そして夕食後、温泉をいただきましたよ。気持ちいい。お湯は熱すぎず、ゆっくり長く入っていられます。私はペットボトルのお水を持って長湯をしてしまいました。また大浴場も別にあるんですよ。そちらも後ほど施設紹介でご紹介します。お風呂上がりに冷蔵庫の中にあったノンアルビールを美味しくいただきました。お部屋の紹介はこんな感じです。とても快適に過ごすことができましたよ。この時のビールも美味しすぎました。お次は夕食紹介です。食事処は別邸寿邸の中にあります。こちらの食事処は寿邸の宿泊者限定になっており、個室にもなっていますので、人の気配を感じづらく、落ち着いた雰囲気でお料理をいただくことができるんですよ。とりあえず米どころ福井なので日本酒を注文です。
地酒、白龍で乾杯。フルーティーですっきりして飲みやすいですね。それでは早速お料理のご紹介です。旬の甘みのある果物やきのこに地元豆腐で作ったしらすいを合わせた一品です。いちじくやマスカットなどの果物の甘みとしらすいのさっぱりこっくりとしたクリームがとてもよく合いますね。こちらは春菜盛り合わせ。すごいインパクトのある盛り付けですよね。海や山の幸が詰まった一皿です。地元の美味しいものだけでなく、美味しい食材であれば世界各国から取り寄せているそう。見ているだけでもとても楽しくなりますよね。そして日本酒にもとっても合いそうです。こちらはカニ黄水かけ、きゅうり、オクラの一品。想像以上にカニがたっぷり入っていますね。黄水も美味しいですが、カニの味も濃厚でとっても美味しいです。そうそう、途中で気づいたのですが、葉っぱの上に葉っぱで作ったバッタが飾られていたんです。芸が細かいですね。お次は厚焼き卵、あけび見立て、鮭生ハム巻き。一口食べて日本酒一口飲むという繰り返しです。日本酒とよく合います。こちらは蓋を開けると、くるみ豆腐、マッシュジュレ、好みの一品。くるみ豆腐のもっちり食感と梨のシャキシャキ食感の対比が面白いんですよ。ジュレ自体も旨味が強いです。こちらは菊菜菊花松茸浸し。松茸のいい香りがします。塩ウニチーズ。これは日本酒と最高の相性でした。お次はなんと土瓶蒸しです。松茸のいい香りが漂いますね。お出汁は枕崎産本節と北海道白口浜の真昆布だそう。松茸地鶏、鯛銀杏、エビ三つ葉、すだちが入っています。相性のいい松茸ともみじ鯛、秋を感じる一品ですね。もみじ鯛とは紅葉の時期に採れるマダイのことです。お次は海の恵みのお作りです。カンパチ中トロ、甘エビ、水だこです。手前の別皿はアワビ辛盛り肝醤油のせ。お好みでウニ醤油、炭、塩梅肉、フィンガーライムをつけていただきます。お作りはどれもとっても美味しいですね。水だこは中井さんおすすめの梅肉とフィンガーライムでいただきました。アワビはコリコリして美味しいです。肝の風味もいいですね。日本酒をちびちびいただきながら海の幸を堪能しましたよ。こちらは地の名産ということで、若狭牛湯あん焼きとアマダイ鱗焼きです。付け合わせはマッシュポテト、みょうが、茶豆、渋皮栗、レモンです。アマダイの鱗焼きは鱗がパリパリ、身はふっくらしています。レモンをかけてさっぱりといただきました。こちらはA5ランクの若狭牛を低温で炭火焼きされ、牛の甘みが強く美味しいんです。湯あん焼きとは醤油、酒、みりんの調味液に柚子やかぼすの輪切りを入れて焼く調理方法のこと。そして次は福井名物越前そばくるみだしです。福井県大野在来種のそばを
石臼引きしているそう。そばの風味ももちろんのこと、このくるみだしがとてつもなく美味しくてびっくりしちゃいました。あまりの美味しさにお出汁も飲み干してしまいましたよ。お次はアワビおかき揚げ、鯛煮揚げ、とみつ金時銀杏、むかご松葉そば揚げと贅沢な揚げ物です。アワビは肉厚、鯛はふっくら。トリュフ塩でいただきます。トリュフの風味もいいですね。そしてご飯物は福井サーモン、生姜、くず流舞茸の釜飯です。とても美味しい香りが漂っていますよ。福井サーモンは海での養殖です。海水で水が流れているためか、全く臭みがなく美味しいんですよ。イクラをかけていただきました。贅沢な食べ方ですよね。また、ナスの赤味噌仕立て、こんなものがついてきます。デザートはイチジク、イエローキウイ、巨峰など季節の果物を中心にしたもの。そしてこちらはパンナコッタです。こんな感じで福井県の素晴らしい食材を使った美味しいお料理を母と楽しくいただきましたよ。お次は朝食紹介。おはようございます。朝から露天風呂に入り、体を目覚めさせます。今日もいい天気、とても気持ちがいいです。お風呂の後は朝食を食べに夕食と同じ食事処へ。朝食メニューも福井の食材をふんだんに使ったお料理です。美味しいお米を美味しくいただくためのおかずがたくさん。朝からイベリコ豚のしゃぶしゃぶに、福井の美味しいお米にエビの入ったお味噌汁、そして焼き魚に卵焼き、美味しくいただきました。ちなみに本館はビュッフェレストランがあるんですよ。野球好きの方ならご存知かもしれませんが、ジャイアンツの選手が宿泊して食べたというビュッフェで、そちらも人気だそうです。また朝食を食べていたらお土産をいただきました。部屋に帰ってみたところ、エコバッグにお菓子が入っていましたよ。それでは施設紹介。まずご紹介するのは温泉から。別邸寿邸ともう一つの離れに宿泊した人のみ利用できるヒノキ風呂があるんですよ。さすがに中は撮影していませんが、こんな感じで気持ちのいいお風呂でした。また今回は利用しませんでしたが、本館には大きな大浴場、天井スパがあるそうですよ。こちらはヒノキ風呂、寝湯、かけ湯、サウナ風呂などいろいろな種類の温泉を楽しめるそうです。その他の施設としては、寿邸のラウンジではコーヒーなどのドリンクの他に15時から18時までワインが飲めるサービスがありました。こうしたラウンジは一杯お茶を飲んで休憩したりするのにいいんですよね。またジェラートなんかも置いてありました。一ついただこうと思っていましたが、すっかり忘れてしまいちょっぴり残念。また本館にも同様のラウンジがありましたよ。こちらは遅い時間までやっているようで、ビールも飲めるようになっていました。そして本館ラウンジ入り口には、読売ジャイアンツファンにはたまらないであろう選手たちのグッズが展示されていました。私は日ハムファンですが、
これが日ハムグッズだと思ったらとっても嬉しいので、ファンの方は嬉しいのではないでしょうか。あとはお土産ショップもありましたよ。こんな感じで温泉に入りのんびり過ごしました。今回はグランディア宝泉別邸寿邸のご紹介でした。この動画を少しでも楽しんでいただけると嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。